暗い実験室に朝の遮光が差し込む。微粒子が浮かび、彼女の横顔だけが静かに光る。結晶皿がわずかにきらめく。偶然ではないと彼女は測定値の積み重ねに耳を澄ます。大鍋をかき回す腕は疲れても目は諦めない。重い作業の先に名もない光が待っている。試験管を透かす指先が止まる。かすかな発光が次の一手を小さく合図する。ノートに走る数字は喜びも悲しみも記す。彼女の一日は静かな戦いでできている。名を与えられる前の元素が闇の底で呼吸する。見えない世界に手を伸ばす、その物語が始まる。今回は科学に生涯を捧げたマリー・キュリーをたどる。貧しさ、偏見、喪失、そして戦場。それでも彼女は実験室の火を消さなかった。幼い日のワルシャワ、学びを求めて向かったパリ。小屋のような研究室での重労働を全てが彼女を前へ押し出す。史実の順序でその足跡を追う。目に見えない光がやがて世界を照らすまで。マリー・キュリー。見えない光で世界を救う。第一章、幼少期。雪明かりの机で。幼い部屋に油ランプの明かり。木の机は古く、紙の匂いが焼きに混ざる。彼女は本を胸に寄せ、指で紙の家具を整える。文字は難しいが、目は踊った。父の理科器具を一つずつ吹く。金属の冷たさとガラスの息の白さを覚える。外は雪。曇ったガラスに円を描くと、白い世界が輪郭を持った。姉と肩を並べ、鉛筆を揃える。二人の沈黙は約束の音だった。かけた陶器のカップからぬるいお茶の湯気。体は冷えても学びは熱かった。暗記では足りない。彼女は理由を知りたくて同じ段落を何度も読み返す。ランプ芯を短く切り炎を細くする。光の幅が集中の幅になった。姉にそっとノートを差し出す。順番は守る。でも夢は譲らない。夜明け前、窓の縁が青くなる。彼女は本を閉じ、明日へ小さくうなずいた。第2章、青年期、パリへ、学びの息。パリの石畳を踏むたび、靴底が冷える。彼女は切符を握りしめ、息を整えた。安い下宿、部屋は狭いが、机だけは広くした。窓の隙間から青い朝が入ってくる。講義室の板書は容赦ない速度で進む。彼女は手を止めず、理解が追いつくのを待たない。1895年、質素な式で指輪を交わす。二人は名前ではなく、同じ研究という未来を選んだ。研究室の廊下、木の床がきしむ。彼女は扉に手をかけ、深呼吸して引き開けた。石畳に霧が降りた夜、橋の上で学費の計算をする。生活は厳しいが、目は曇らない。実験机に灯る白い光。彼女は器具の位置をわずかに直し、データの誤差を疑う。ノートの余白に小さな星印。失敗の理由を書き添えれば、次は失敗ではない。
試験前夜、窓の外でガス灯が鳴る。彼女はコートを肩にかけ、立ったまま指揮を追う。夜明け、ソルボンヌの先頭が薄桃色に染まる。彼女はノートを閉じ、歩き出した。第3章、活躍期、名もなき光に、名を。粗末な小屋に鍋の蒸気。彼女は木べらを握り、温度の気配を目で読む。腰紙をピンセットで持つ。落ちる一滴が長い作業の意味を測る。資料瓶を並べ直し、一本を光に透かす。彼女は数字の揺らぎを疑った。鍋の縁に白い石室。指先が止まる。期待と不安が同じ重さで乗る。暗い気丈で結晶皿を覆う黒布。彼女は呼吸を浅くして目を鳴らした。計測器の針は嘘をつかない。彼女は数回測り、同じ数値に静かにうなずく。夜更け、鍋をかき混ぜる腕が重い。けれど火を落とすタイミングはまだ来ない。窓の外にわずかな青。小屋の空気は冷たいが、机の上はかすかな熱を帯びた。結晶皿の端にほの白い気配。彼女の瞳に確信の光が宿る。名もなき光に名を与える準備が整う。彼女はノートを開き、次の工程を書き出した。二人で大鍋を持ち上げ、静かに注ぐ。湯気の向こうで共同研究という言葉が形になる。束ねた論文草稿に麻紐を結ぶ。文字はないが、積み重ねた夜の数だけ重い。測定器の針が同じ位置へ戻る。彼女はため息を一つ、安堵を小さく飲み込んだ。夜明け前、小屋の窓だけが灯っている。扉の向こうに次の工程が待っている。第4章、転落期。雨音の中で火を。1906年、夫ピエールが事故で帰らなかった。雨の石畳だけが確かな現実だった。銚電と手続きの手紙が積もる。研究室は止められない。それもまた現実だ。写真立てに触れる指が震える。喪失は静かな部屋で最も大きく響く。彼女を測るのは実力ではなく、性別だと言いたげな視線。偏見は窓越しに忍び込む。それでも彼女は大学講師だった夫の講座を引き継ぐ。女性で初めてソルボンヌの講談に立つために明かりをつけ直す。記録帳の数字はごまかせない。今日の数値を明日のために刻む。1911年、私生活を嘲笑う記事が広がる。科学と関係のない言葉が真実よりも速く走る。彼女は器具を整える。データだけが嘘をつかないと知っているから。机に突っ伏す代わりに背筋を伸ばし、次のページへ。科学は立ち上がる動作の反復だ。夜更け、最後の灯がノートを照らす。明日へ残す印。それがここでの生き方だ。第5章、再帰期。戦場に走る光。戦争が始まり、負傷者が増えた。彼女は装置を積んだ車両に乗り込む。前線の簡易テント。彼女は袖をまくり、緩急と甲板を確かめた。患者の手を板に置き、角度を整える。影が骨を示す。切断か温存かが変わる。夜、車内の灯りが揺れる。彼女は記録帳に淡々と数字を書き続けた。
若い看護師たちが集まる。彼女は誘導コイルの仕組みを紙と鉛筆で教えた。撮影の合間、甲板を交換する手つきは正確だ。迷いは命を遅らせるから。砂利道を進むトラック。彼女は次の町の病院名を頭の中で繰り返した。骨片の位置が分かった。外科医の表情が変わり、患者は静かに息をついた。地図に小さな印が増えていく。救えた数は誰も数えきれない。夜明け、車の窓が白む。彼女は工具箱を閉じ、次の一日へと肩を入れた。第6章、晩年期、光を継ぐ手。黄昏の書斎。彼女は眼鏡を外し、ノートの余白に短い線を引いた。若い研究者の報告を聞く。彼女は質問を一つ、静かに差し込む。ラジウム研究所の廊下。彼女は歩みを緩め、棚の装置に指先で埃を払った。古い写真を開く。若かった日々が光の粒のように指先に戻る。米国の寄付で得た1グラムのラジウム。それが今も多くの実験を支えている。講談の前で彼女は正確さを短く語る。拍手は控えめで、しかし温かい。娘にノートを託す。データの余白に小さな注意を書き添えた。書斎の明かりが弱まる。彼女は窓を少し開け、冷たい空気を吸い込む。研究所の灯りは続く。彼女の名ではなく、やり方が残る。夜明け、ページを閉じる音が小さく響く。未来はここから先にある。エピローグ、未来を照らす余韻。研究所の朝、窓辺の空気が少しだけ暖かい。彼女は机に手を置いた。目に見えない光は計測の中で姿を持つ。数字は嘘をつかない。若い研究者が装置の電源を入れる。彼女はうなずき、紙片に短い線を引いた。資料は静かに置かれ、記録は静かに続く。科学の時間はいつも静かだ。ラジウムの小瓶は今は棚の奥で眠っている。名ではなく方法が残った。彼女は一冊のノートを閉じ、もう一冊を開く。明日は別の誰かの手で開かれる。廊下の向こうで笑い声。彼女は振り返らず、かけたカップを指先で温めた。窓の外、朝の風が白い紙をめくる。ページはまだ残っている。光は見えないが確かに働く。救われた時間は誰の名もいらない。机の上の粒子が光る。彼女は小さくうなずき、静かにノートを閉じ、ランプを消す。暗さの先でまた次の明かりが灯る。